HYM の久です。南インド・ベンガルールでインド古典音楽のビーナを学び始めて3ヶ月が経ちました。初心者の私が練習を通して学んだこと、気がついたことなどをお伝えしていきます。前回の練習曲はギータム2番、クンダゴーラ・シバの歌でしたが、今回はギータム3番、ケレアニーラヌ哲学の歌です。この曲はカルナティック音楽の父と呼ばれる作曲家でもあり歌手でもあったプランダラダーサが16世紀に作曲したものです。南インド古典音楽、カルナティック音楽の初級で学ぶ練習曲のギータムのほぼすべては彼の作品となります。プランダラダーサは作詞作曲のみならず、カルナティック音楽を教えるための基本原則、初歩からの段階的な練習方法を作り出しました。初心者には理解するのが難しいインド古典音楽にあるラーガと呼ばれる音の旋律の決まりやタラというリズムを刻むビートなどについて順序立てて学べるようにしたのです。また伝説によるとプランダラダーサは生涯のうちで47万5,000ものキールタン、賛美歌を作り、今に受け継がれているカルナティック音楽の形成に大きな貢献を果たしました。最近ではキールタンは歌うヨガ、歌う瞑想とも言われ、ヨガをする人の間で注目されているそうです。カルナティック音楽は古代インド四大ベーダのうちの一つであるサーマベーダという音楽の知識が書かれた聖典から進化し、受け継がれてきた音楽体系といえます。私たちに馴染みのある西洋の楽譜や音符の表し方である七音音階、ドレミファソラシドはカルナティック音楽の七音音階であるスワラ、サリガマパダニサに端を発しているそうです。これは紀元前500年ほど前、ギリシャの哲学者であり数学者でもあったピタゴラスが数学を学ぶためにインドを訪れた際、西洋に持ち帰り紹介したと言われています。カルナティック音楽の父と呼ばれるプランダラダーサはヒンドゥー教のビシュヌ派に属していたため、作品にはビシュヌ神を称えるものが多くあります。今回のケレアニーラヌの歌は哲学の歌でもあり、ビシュヌ神を称える歌でもあるそうです。私が今ビーナを教えてもらっている先生によれば、神というのは最終的にはビシュヌでもシバでもブラフマーでも同じ一つの神として考えておく。それぞれの神はそれぞれの神の異なる性質の一つの側面を表しているに過ぎないと言います。またそれは人それぞれによってその神がキリストやアッラーやブッダ、また自然や宇宙、サムシンググレートと言われるようなこの宇宙にある科学では説明できないような人知を超えた偉大なるものであってもいいと教えてくれました。これはインドの楽器ビーナを学ぶ日本人の私に対して、これから登場するであろうあまり馴染みのないヒンドゥーの神々とその神々への参加を自分に合った形で楽しく学んでもらいたいという先生の優しい配慮からの言葉だと思いました。この言葉によって神や偉大なる存在について柔軟に幅を持たせることができるようになり、そしてインド古典音楽が以前よりもぐっと今に引き寄せられ、軽やかに身近に感じられるようになりました。今回の練習曲ケレアニーラヌ哲学の歌には、神があなたに与えた恩恵、その恩恵をそのまま神に返し、そして再び祝福を受けてくださいというような意味の歌のくだりがあります。まさにこの意味をうまく体現しているのが前回の動画で挙げたシバ寺院でのアビシェーカーの儀式だと思います。アビシェーカーの儀式では、私たちが神様や自然から受け取る恩恵の象徴として牛乳やフルーツやお花をシバリンガへ一旦お供え物として捧げ、その後プラサーダという形で返してもらい、再び神からの恩恵や祝福のエネルギーをそこから受け取るというものでした。ビーナを学ぶことはテクニックだけでなく、神への参加を通して
その存在とは何かを学ぶことでもあると思います。この歌の作者であるプランダラダーサの神への熱い思いにも興味が湧く今日この頃です。